前編では手作りバイノーラルマイクを使って音を録音したり、新しいジングルの発表もありで楽しかったですね。それでは今回も音検証バラエティースタートです。粉もんビーツ。さあ前編に続いてこちらのコーナーです。お便りビーツ。こちらのコーナーではお便りを募集して紹介するコーナーなんですが、まだ募集などかけておらず、何も届いておりません。今後やってほしいことなどなど何でもいいので募集するということでございます。宛先はメールアドレスコナモン-beats@square-enix.com です。リンクも書いてあるのかしらね。どしどしお便りお待ちしております。そこで今日は、きっと長い付き合いになっていくであろうというなります。スタッフの方々から質問もねいただいておりますので、紹介していきたいと思っております。では最初のお便り、コナモンネーム。コナモンネーム、ラジオっぽいですね。押し入れの埃をかぶったギターさんからいただきました。楽器を演奏できる人に憧れるのですが、いざ自分でやろうとなるとなかなかできません。皆さん楽器をやろうと思ったきっかけや、楽器ができるとこんなことが楽しいよということがあれば教えてくださいということです。昔ね、ムーミンっていうアニメが、ムーミン、ムーミン、ねえムーミン、ねえムーミンこっち向いての、そうですのに出てくるスナフキン、砂付近だ。スナフキンが弾くおさびし山っていうギターの曲があるんですよ。あるんだ。その曲が弾きたくてギターを始めました。それ何歳ぐらいの時ですか？7歳ぐらい。うわ、すごい。7歳で楽器に興味持って。そっか、今日まさか。いや。いろんな問題が出て一元切れてますからね。実はね、一番大事な一元。じゃあ楽器できるとこんなことが楽しいよとか楽しくなるよっていうこともしあれば、埃かぶった押し入れの埃をかぶったギターさんにぜひ教えてあげてください。そうですね。楽器ができると、そのソロ演奏も楽しいんですけど、アンサンブルが楽しいです。人と一緒に。そうですね。2人、3人、4人と、で、もうそれこそビッグバンドだったり、もう究極がオーケストラ編成100人とかですよね。年末の第九なんでね、1000人でやりましょうとか、5万人でやりましょうとか、ね、そんなあれは楽しいじゃないですか。それアンサンブルは楽しいと思います。それはあれですか？このオケギターで太鼓に入るっていう前振りでいいんですか？いや、もうのみと金槌の大工が大工に乱入ですよ。やりますね。もう出してきました。ちょっとベタですけどね。参りました。ありがとうございます。ありがとうございます。では2通目もご紹介いたします。コナモンネーム海山川空さん、ありがとうございます。音楽を仕事にしていてよかったなと思う瞬間はありますか、ということです。日々割と感じてる感じしますね。それはどういったところに？いや、やっぱね、その音に関わることが好きで、やっぱずっと来てて、それが仕事になってるんで、なんぼ忙しくてもあんまりしんどくないなっていう。本当に好きなんだ。そうですね。2人ともそうですね。その辛いとはあんまり思わないですよね。もう聞きたくないな、もういっぱい聞いたしとかっていうこととかないんですか？たまにある。たくさんね。逆に例えば映画を見ても音楽が鳴り出すと音楽に気を取られてストーリーにちょっと感情移入できにくくなってですよね。音に関わっていればっていう感じなんで。本当に大好きなんですね。ここ最近動画編集ばっかりやってるんですけど、それでもやっぱ楽しいですね。物を作ってるっていうのが。
好きなものに囲まれてっていうのが幸せですもんね。では続きましてのお便り、最後のお便りですね、ご紹介いたします。コナモンネームガンちゃんさん、ありがとうございます。なんちゃんへの提案です。はい。セッキーやミヤーヌの今後関わるゲームやアニメ作品でなんちゃんがオーディションから出演までを追うコーナーをぜひ見てみたいです。追伸アルバムすごく良かったです。ありがとうございます。告知をどうぞだって、ありがとうございます。21日にジャーニーズトランクっていうアルバムを発売したんですけど、ちょっとサンプルあったらねお渡ししたいんですけどまだないんですよ。この撮ってる時点ではね。はい、なんですけどよかったら聞いてみてください。いや、それは置いといて、オーディションから出演までを追うコーナーってもう出演まで決まってるじゃないですか。いや、そうですね。オーディションの時点で今どのプロデューサーを落としに行こうかな。もうそっち？そうです。できれいです。チートですよこのチート。カクカクしかじかでって言って。いや過去のものがリメイクされたりとかも昨今よくあるじゃないですか。で当時は声がついてなくて、多分リメイクされたら声がつくぞっていう時は、やりたいですって言っといた方がいいってことですか？それはなんかでも嬉しいですよね。なんかそう言っておいてもらえると確かにぜひみたいな話になりやすいですね。なるほど、ということですので参考にしていきましょう。というわけでお便りは以上です。ありがとうございました。これからもですね、音に関係することや全く関係ないこと、ふつおたなども、いろいろ募集しますので、どんどんお便り送ってください。お待ちしております。コナモンピーツ。最後のコーナーはこちらです。身近なもので楽器を作ろうボリューム2。はい、というわけで前回はこのようにね寿司桶ギターですけど、今回はどんな感じですか？はい、今回はですね、寿司桶つながりといいますか、寿司桶を利用して、ピアノ。ピアノといっても、おもちゃのピアノですね。トイピアノ。ピアノ、トイピアノ。ピアノを作らせていただきました。まあじゃあシリーズ化しそうな感じですけど、可愛いですね。寿司桶シリーズ。じゃあ VTR があるということなので、そうですね、 VTR がありますので、制作過程から完成まで、じゃあ関 V 振りをお願いしていいですか？それでは VTR スタート。キレがおなじみの作業台が。そうですね、前も見たような。もう玄関も寒くなってきました。玄関もね。だからこの時点でお隣さんにはバレてたんじゃないかな。また寿司桶も運び込んでるなんて。なかなかでっかい寿司桶ですよね。これはですね、48センチ。前回は割と置けばちっちゃめでした。これは30センチ。やってる。やってますよ。もう電動まで。ガシガシ。いってますね。切っていっております。あれは鍵盤の部分ですか？鍵盤の部分ですね。ちょっと黒い色の木と白い色の木を組み合わせて。ここも桶を切ってってことですか？これは桶とは別に角材を切っている。本当？職人みたいな。どっから買うんですか？これ発注するの？これはホームセンター。お題がホームセンターで買える。そうか。これもホームセンター縛りですね。ホームセンター。そうだ。どこのご家庭にでもあるドリルが。そうです。うちはないけど。手際がいいもんな。これ早送りしてますね。騙された気持ちでタンタンタンってやってると思ったら。でこれ鍵盤を切り出し終わって穴にこれ軸を通してシーソーのように動かそうと考えてやってますね。実際のトイピアノもこうなってるんですか？実際のトイピアノもちょっと微妙に違うかもしれないですけど、基本は押した鍵盤がベルを叩くという。本当のピアノっていうのはもっと複雑な構造ですけど、すごいなんか見た目がだんだん鍵盤になってきて、これはですね、ネジをそのいわゆるハンマー叩く部分につけてるんですけど、この後に手前にベル、パイプが見えてるんですけど、あのパイプを木で叩くと
あまりいい音がしない。で金属同士でチーンとこう鳴らすためにネジを各鍵盤に打ち込んで。今ちょっといい音しましたね。そうですね。あれは何ですか、材質は？ステンレスの13ミリのパイプカッターが出てきた。そうです。とてもノコギリで切れないので、初めて見る。会社知ってる。パイプカッター会社。何の会社でしたっけ？襟もね、ちょっと困惑したでしょうね。パイプカッター。そう。請求が。はい。これはやすってるの。そうです。パイプカッターの切り口がカミソリのようになるんですよ。これがちょっと危ないので、丁寧な作業。かっこいいな。シャーって。これはそのベルを板に直接接着すると、そのチーンって響かないんですね。なのでスポンジのシート状のテープ状のものを貼ってからボンドでベルを留めて。そうか、ホットボンドですね。グルーガンだ。グルーガンです。お、はい。可愛い音出た。うちにもありますよ。まだ使ってない。うわ、すごい。完全になんかもう職人さんの工場みたいな感じ。これ本当もうやりながらずっと考えながらやったので、本来そのメモっていうか設計図みたいなのをギターの時は作ったんですけど、今回もなしで頭の中にもやりながら考えながら。ちゃんと蓋が開くようにしてるんですよね。そうですね。寿司桶に蓋を。おしゃれすぎません？うわ、これ。おしゃれ。完成ですけどね。ちなみに音って正確な音なんですか？ピッチですよね。それがですね、ちょっと今後の課題にもなるんですが、非常に難しいです。正確に出すの。パイプの長さで音が変わってくる。で直径と太さも関係ありますので、厚みですよね。なので、あれ、美味しそう。お筋入ってる。見た感じは完成。すごい。開けて演奏するの。僕はちょっとピアノはうまく弾けないので。すごい。あれは譜面になってる。あれメニューピザじゃないですか。何を弾くんだろう、それで。なんと。はい、現物登場しましたが。開くんですけどね。すごい。こんな感じですね。これは取り外しが可能で、エビの譜面立てが嫌だっていう時はこうしてですね。こだわりがすごい。好きなお寿司に。好きなネタで。私炙りサーモン。炙りサーモン。炙ってないですね。炙ってないですか。炙りやってないですか、ここは。ありますね。サーモンだけなら。めちゃくちゃ似合うんですけど。寿司職人が寿司を。ね、似合ってますね。こういうお店に来た。こんな感じです。卵は好きですね、私。わあ、すごい。こんな風にここにベルがあって、叩く木があって。こんな感じですね。すごい。今回も力作。そうなんですよ。もう音階が本当に今もきちんと合ってなくてですね。ここは今後の課題。なるほど。まあでもトイピアノですからね。それも含めて味というか可愛らしさというか。で、今回も一曲演奏。僕は演奏してないんですけど、うちのスタッフにちょっとよろしく、あとよろしくっていうことで演奏をして師匠ですからね、もうそれは。曲名がですね、なんとビッグブリティッシュ。またまたビッグブリティッシュ。はい。それ VTR があるので見ていただきますよ。楽しみ。お、いきますよ。今度は左手だ。スタート。ちゃんと作ってる。めっちゃいい場所でやってるじゃないですか。これうちの大阪支社なんです。そうなんですか。そうなんです。オフィスです。すごい。マイキングは宮野がかなりこだわって何でもやります。いっぱい立ってますね。まだこの後ろに引きでワンポイントマイク立ってる。そうなんですね。普通にちゃんとレコーディングする時と同じ感覚でやってます。まあ立派な楽器ですからね。なんか夜のシーンと昼のシーンがあるのが気になるんですけど、一回で終わってないですね。こ
これはちょっと魔法のしっかりと。すごいライティングまで。すごい。すごいめっちゃかっこいいじゃないですか。夜景がいやいやいや。ありますよ。イメージ映像も戸惑いの微笑みが可愛らしい。いやすごいですね。情報量がすごい渋滞してましたけど演奏も音もねそうちゃんとそうなんですよ。してましたね。ね、なんか演奏はうちの大阪サウンドの、プロオケピアニスト兼サウンドデザイナーのすごい方がいらっしゃる。大江直っていうね若手スタッフなんですけども、すごい大江さん。もうガンガン弾いてもらいました。感想何か言ってましたか？いやゲーム会社に入って、オケピアノを弾くことになるとは思わなかったって言ってました。オケピアノねオケのピアノね。師匠はどうですか？完成したやっぱ楽器がこうやって世に出ていく様子を見て。いやもう本当に大変だったと思います。ピッチがそうですね。すごく甘いので、本来弾いてる音じゃない音が出てるはずなんです。そうですね。はい。それをもろともせず、ものともせず、ガーッと弾きまくっていただいたので、もう感謝ですよね。謙虚な師匠の姿勢に私も感動しました。途中ちょっと音ね間違ってるように感じるとこあるかもなんですけど、弾いてる鍵盤としてはもうバッチリなんですよ。やっぱ第1回目の時にちょっと言ってましたけど、やっぱこのシリーズで楽器も増やして、演奏者募集で寿司屋で MV 撮影やりたいですね。やっぱやるしかないですよね。いやもうそこまで行ってほしいですね。で私は奥の方で食べてるんで。そうですね。やっぱいい音を作るためには、そう美味しいご飯からですから。やっぱね味を知らないと。そうですそうです。いやもう本当にすごい今回も楽しかった。ありがとうございます。いえこちらこそよかったです。はい、引き続きね、いろんな企画やっていくと思いますけども、よろしくお願いします。はい、こちらこそ、お願いします。というわけでエンディングでございますが、今回はいかがでしたか？じゃあまずセッキー。そうですね。第1回目って本当に緊張してたんですけど。第2回目も結構緊張してます。本当ですか？緊張どこに緊張しますか？カメラ？照明ですかね。照明か。こんなに明るいところで普段出ないです。私も家は真っ暗です。はい。なのでこの照明がやっぱ天井ね。そう。とはいえなんちゃんと宮野さんも1回目放送後から比べてさらにこう距離がね、そうですね、楽しくできたので、僕的には本当大満足でございます。そうですね。じゃあもう次回は照明も居酒屋みたいな感じでしょう。なるほど、居酒屋会。居酒屋会。なんか本当に居酒屋のカウンターの中ですね。中で大将が一緒に飲み始めちゃったみたいな。生いっぱいっつって喜んで言って。宮野はどうでした？そうですね。僕もちょっとやっぱ1回目はね、まあちょっと正直猫かぶってたんでね。ああ本当ですか。まあ私もです。なんだこうみんなちょっと1回目っていうとねあれですからね。なんかだんだんタガが外れてきたっていうか、結構やってええんやっていうのが分かってきたので、この調子でどんどんふざけていきたいなと。楽しみですね。真面目にふざけるっていうかね。そうですね。やっていきたいですね。新しいコーナーも始まったりしましたし、いろいろねこの後も楽しみにしていますので。というわけで、次回もぜひお楽しみにしていてください。お便りもねどんどん募集しておりますのでよろしくお願いいたします。メールアドレスはね概要欄にも書いてありますのでぜひ送ってください。そしてもしよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。これね言ってみたかったやつです。というわけで最後は皆さんで挨拶したいと思います。それではまた次回お会いしましょう。せーの。
さようなら。